はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、超特殊 X クリーチャーズ徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットにとうとうジェネシスアセンディットパート1が実装されました。それに伴い多くの新生物たちも実装されたんですが、その中でも今回 X クリーチャーズが実装されました。今までもアベレーションの変種であったり、この後パート2で出てくる R 種であったり、いろんなバリエーションの生物たちがいますが、この X クリーチャーズに関してはですね、一番特殊な生物となっております。もちろん ASE のジェネシスパート1されている方であればお分かりだとは思うんですが、ASA になって始められた方、また、有料だったので、ジェネシスはされてこなかった方なども多くいらっしゃるようですので、今回はこの一番特殊な X クリーチャーズについて徹底解説していこうかと思います。また、最強生物を作っていく上でのブリーディング頑張っていらっしゃる方に関してもですね、重要な要素となっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず X 生物とはからお話ししていこうかと思います。X 生物とはジェネシスパート1で実装される固有バリエーションとなりまして、各バイオームにそれぞれ各生物がいます。割とバイオームによったカラーリングになることが多いのですが、模様が特徴的な生物たちになっております。火山系とかは結構かっこいい感じになりますね。その他、色鮮やかになりますので、一部ですね、逆に斑点ができて気持ち悪いという方いらっしゃるかもしれないんですが、割と人気なカラーリングになっております。ロックエレメンタルとかもかっこいいですね。さらに ASA になることによってですね、ASA で追加された新生物たちも新たに X 生物の仲間入りをしまして、現状全27種 X 生物がいることになります。もちろん見た目だけではなくて特殊な能力を持っているんですが、そのあたりは後ほど詳しくご紹介していこうかと思います。ちなみに火山系の生物に関してはですね、このように明るい光があると思うんですが、健康状態に依存しておりまして、明るいほど元気なんですが、健康状態悪くなると、この明かりの部分が暗くなっていきます。健康状態がわかるというちょっと特殊なものがあります。他のバイオームの生物たちはそんなのないんですけどね、火山だけ特殊になっております。X 生物入っているのがこちらのユタラプトル、サーベルタイワー、アンキロサウルス、パラサウロロフス、トリケラトプス、ケブカサリ、アロサウルス、レックス、ユーティラヌス、ロックエレメンタル、パラケラテリウム、スピノサウルス、そしてタペアラ、アルゲンタビスとなるんですが、タペアラとアルゲンタビス君、ジェニシスでは移乗することができません。あとですね、肩に乗っているカワウソくんもいます。そして水溶生物の中でですね、一応テイムはできるんですが、セイバートゥースサーモンがいます。あと、イクチオサウルスくん、メガロドン、ダンクルオステウス、バシロサウルス、そしてモサということになりますね。さらに ASA で追加された新生物の中からですね、新たに X 生物に選ばれました。クライオルフォサウルス君、アーケロン、レイノスクス、そして最近入りたてですが X 生物に選ばれましたクロカントサウルス君、そしてペリコプリオ、シファクティヌス、こちらの全27種が X クリーチャーズとなります。ちなみになぜか X ロックエレメンタルの周りですね、このように上矢印はつくんですが、
バフ効果はですね、特に出ていないのでよくわかりません。経験値アップなのかな。そして X クリーチャーズ。能力やレベルとして一番特殊な部分とございまして、次のパートから順番にご紹介していこうかと思います。ではですね、続いて皆さん気になるであろうステータスについて、各種 X 生物たちなんですが、すべて総じてテイムされた状態の場合、通常の原種よりも基礎能力値か近接攻撃力が 5% 増加しまして、体力が 3% 減少します。なので、体力減って火力が上がるというものになっています。ただ、戦闘面で言うと、体力と近接攻撃力は両方上げる部分ではあるので、おおむね影響はそんなに大きくはないんですが、通常の生物とは少し基礎能力が異なるということを覚えておいていただければと思います。あくまで基礎能力なので、ここに直接目に見えてプラスされるっていうわけではないんですが、もちろんその分ですね、レベル上がれば強くなってくるというところになってきます。そしてさらにですね、一番特徴的な部分になるんですが、これはパート2で出てくる R 種も同じところではあるんですが、レベル上限が変わります。通常公式サーバーではレベル上限が450に設定されております。その他公式サーバーなどではですね、それぞれレベル上限を設定されているサーバーがあるかと思うんですが、X クリーチャーおよび次出てくる R クリーチャーに関してはですね、レベル上限がプラス50されます。なので、公式サーバーのレベル450上限の場合はですね、プラス50のレベル500まで売れることになります。これ何がすごいかっていうとですね、レベルが50上がるということは50ポイント分多く売れるということになりますので、通常の原種よりも強い個体を作ることができます。もちろん通常のテイム状態では初期のステータス値の違いだけにはなってくるんですが、変異出しなど頑張られている方に関してはですね、かなり大きな違いとなります。なので最強生物を作る場合はですね、このように X 種もしくはパート2で出てくる R 種、それぞれ出てくる生物種類は変わってくるんですけども、どちらかで変異出ししていただいた方がより多く変異を重ねてレベルを上げて強くすることができるということになります。以前、アークの強さに関してはですね、レベルは関係ないというお話をしていたと思うんですが、レベル上限に関してはですね、異なってきますので、さすがに50ポイント多く触れるっていうのはですね、明らかな強さとなってきますので、ここに関してはですね、今すでに変異出し作られている方に関しては、新たに取り掛かるかどうかはですね、悩むところではあると思うんですが、これから始めようと考えている方などに関しては、この辺の X 種出ている生物ですね、するのであれば、ジェネシスで X 種捕まえて変異出しを始められた方が、より強くすることが可能となります。特に X 種に関してはですね、このようにレックスであったり、デイノスクス、あと海最強のモササウルス、そして無敵の海生物バシロサウルスなどもいまして、スピノサウルスもいますので、もちろんユーティに関しても、ユーティはあんま変異出ししてる人いないと思うんですけど、アクロカントも、ボッセン常連組に関してもですね、またアンキロサウルスとアルゲンなどの資源組、海の採取としてダンクル君もですね、かなり戦闘班多いので、ぜひですね、X 種使って最強生物を生み出していただければと思います。最強生物を生み出すための変異出しや変異出しをより効率的に進めるためのオーバーフローについてはですね、それぞれ解説しておりますので、よくわからないよっていう方はぜひご確認いただければと思います。ASE 時代のを見て、プラスで ASA バージョン見ていただくとよりわかりやすいかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。
ではですね、続いて、X 生物が特殊であるゆえんということになるんですが、X クリーチャーズなんですが、野生の個体、ジェネシスパート1限定になるんですが、ジェネシスパート1で出てくる野生生物 X クリーチャーズに関してはですね、近接攻撃力が 250% 増加しまして、ダメージ耐性が 60% 向上します。なので、野生の X 生物に関しては、通常の原種やその他変種やペック生物のような生物たちのバリエーションと異なりまして、野生生物が異常に強いです。もちろん、それを倒した場合にですね、得られる経験値も 2.5 倍となるんですが、レベル20の X ティラノを倒すだけでも、これほどの麻酔が必要となります。なので、昏睡をさせるための麻酔薬に関してはですね、防御力に依存しますので、通常の X クリーチャーよりもですね、必要な麻酔薬が 2.5 倍必要となります。なので、X クリーチャージェネシスパート1でテイムするんであれば、かなり大量の麻酔薬が必要となってまいりますので、ご注意いただければと思います。全然足らなくなっちゃいますのでね。あと、ボウガンの耐久度もありますので、通常の原子のボウガン持ってくるんであれば、1個だけでは足らない可能性も高レベルとかであれば出てまいりますので、そのあたりも注意していただければと思います。そして野生限定なので、もちろんテイムするとその強さなくなりますので、ジェネ1でテイムして強い子眠らせたってなってもですね、耐久力と火力に関してもですね、元通り先ほどご案内した通りに、通常のステータスの 5% の近接攻撃力増加と 3% の体力減少となりますので、ご注意いただければと思います。レベル150とか145とかですね、眠らせるの、レックスでも結構大変だったりしますので、ご注意いただければと思います。一応ですね、獲得経験値増えるんですが、耐久力も高くはなっておりますので、結局のところ効率はそんなに上がるわけではないと思います。ちなみにですが、ジェネシスパート1に出てくるわけではないんですけども、バジリスクの毒はですね、X 生物に耐久力関係ないので結構有効的だったりします。ポイズンワイバーンは飛べないので、非常できないので使えません。ギガノトサウルスなども有効ではあるんですが、ジェネシスパート1にはいません。なので、野生生物の X 種かなり厄介ということで覚えておいていただければと思います。その代わりにテイムするとですね、レベル上限プラス50という特徴もありまして、かなりですね、最強生物を作るための必須なところでもあるかと思うので、ぜひテイム頑張ってみていただければと思います。レベル60でもこんだけいりますね。テイムそのまましたままであればですね、ただテイムが大変な生物になるんですが、しっかりとペイン出しまでして強化する生物に関してはですね、その苦労に見合う能力がありますので、ぜひ頑張ってみていただければと思います。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、超特殊 X クリーチャーズについて徹底解説してきました。新種も増えまして、なかなか特に最強生物を作っているブリーダーに関してはですね、待ちに待った生物たちだと思いますので、かなりですね、特徴も強いですし、初見に関してはですね、異常に耐久力が高くて、麻酔薬が足りなくなるという現象が起こっているのではないでしょうか。これ、ジェネシスパート1限定になりますので、モッドマップとかで実装されている X 種に関しては、火力アップ、耐久力アップっていうのは発生しませんので、ご注意いただければと思います。通常のテイム個体と同じステータスということになります。基本的に必要な麻酔薬に関してはですね、2.5 倍ご準備いただいているといいかと思います。一応予備で3倍分ぐらいですね、用意しておくと安全かと思います。
アルゲンとかね、ジェネシスパート1では使えないんですが、X アルゲン結構いい色多いので、その辺もですね、ぜひテイム頑張ってみて、ブリーディングですね、増やしておいたりとか、他のマップで使ったりとかするのもいいかと思います。ここからですね、いくつか要望をいただいておりまして、建築関係であったり、ジェネシスパート1でですね、実装された内容、またジェネシスパート1自体も結構特殊なので、その辺の解説なども含めてですね、やっていこうかと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。